はい、クレイグです。早速なんですが、この間、ミスターフジのチャンネルに出演させていただきました。もう本当に想像以上で、たった1週間で再生回数が50万回を超えて、インスタリールもすごい伸びてるらしくて、本当にびっくりしました。はい。コメント欄全部を読ませていただいたんですが、温かいコメントが多くて、本当に嬉しいです。はい。なので、改めて見てくださった方、本当にありがとうございました。ありがとうございました。富士山のセットアップはものすごくプロフェッショナルで、その影響を受けて、自分もライティング、その照明を一つ買って、手元にあるライトとかをいい感じに工夫してみたんですが、いかがですか？いい感じですか？コメントを残していただければ幸いです。では、早速本題に。突然ですが質問です。日本の運転免許試験ってどれぐらい難しいと思いますか？実は東京のある試験場では 80% の人が最初の試験で落ちますよ。はい。ちなみにこれは日本語能力試験1級より難しいですよ。日本の免許余裕だろと思って。だって大人はほとんどみんな持ってるだろ。そんなに難しくないはずだと思ってしまったのを完全に舐めてしまいました。はい。覚悟は足りませんでした。日本人、外国人問わず、日本で免許を取るなら、どの方法が一番いいのかについてちょっと話していきたいと思うんですけれども、もちろん、免許はすでに持っている方、あるいはあまり興味がない方でも、今回はかなり面白いエピソードがあるので、ぜひ最後まで見ていただければと思います。では、背景から少し話します。外国人が日本の免許を取る方法の一つに、外免切り替えっていう制度があります。これは文字通り、海外の免許を日本の免許に切り替えるっていう制度なんですね。しかし、先進国だからといって、実は切り替えられない国が結構ありますよ。例えばアメリカとかですね。日本の運転基準に近い国だけが認められています。例えばイギリス、スイス、ドイツなどなど。だからイギリスの方がいいと言ってるんですよ。でもここで思う人が言いますよね。だってクレイグ、お前イギリス人だろ？痛いところをご指摘いただいてありがとうございます。そうですね。本来ならこの制度を使うこともできましたが、問題は一つあって、僕はイギリスで免許を取っていなかったですよ。理由は簡単で、ロンドンでは車がほぼ必要ないんですよ。むしろ車を持つ方が不便で、渋滞だったりとか、駐車場、維持費などなど、面倒ことばかりですよ。なので、いつか取ればいいかっていう感じで、ちょっと後回ししました。ただ、日本に来てから考えが変わりました。東京は確かにすごく便利で、ただ、東京から一歩出ればですね、話が変わります。特に沖縄。初めて沖縄に行った時、レンタカーなしだったんですが、移動手段がバスしかありませんよ。しかも、1時間に1本ですよ。もう、ゲームみたいな移動制限がかけられてるような状況なんですよ、これは。あと、周りから結構言われました。母親にもよく、クレイグ、高スペックのくせに、無免許なんて恥ずかしくないの？あと同僚にもよく、クレイグなんで免許持ってないの？もういいよこれ、ね。国内旅行のことをもう考えて、あとはちょっと同調圧力にも負けてですね、運転免許を取ろうと決めました。最初に僕が選んだのは、届け出の自動車教習所というタイプでした。正直、あんまり深く調べずに、ドライビングレッスンス東京って Google で検索して、一番上に出てきたところに申し込みました。値段も比較的安かったので、このタイプの教習所は全部自分で予約して免許センターで受けます。つまり、仮免試験、本免試験、筆記試験、全部自分で予約して免許センターで受けます。僕が受けたのはサミズ運転免許試験場です。別名、地獄。日本の試験は本当に安全第一で、車に乗る前にこうやって確認します。いた！あれはちょっと大げさっぽく演じてみたんですが、海外の掲示板でよく外国人がどういう経験をされているのかはアップしてるところなんですけれども、十分にしゃがんでなくて、あれで不合格になってる方がいるらしいですよ。結果から言うとですね、筆記試験も2つあって、これは次々とクリアして、あとは仮免の運転試験、これも一発で合格しました。これでちょっといい気持ちになって、ちょっと調子に乗り始めたんですよね。ただ、これからですよ。本当に心が折りかけた瞬間。いやー、問題は最後の運転試験でした。試験官は警察官なんですよね。だから、試験って
だけで緊張するじゃないですか。しかも警察官が入ってくると、ますますとね、緊張感が上がってしまいますし、で、僕は思うのは、運の要素が結構大きいですよ。なぜかというと、結構優しい人もいれば、僕がこれから説明していく人と言っていいのかな、地獄から這い上がってきた悪魔みたいな人間がいたんですよ。で、どういう話かというとですね、僕が、これまで結構スムーズに運転してきたんですけれども、車線数が複数あるところに、ちょっと間違って違う車線に、入りかけた瞬間、彼は身元で、どこに行ってんのとめっちゃ叫びました。いや、ふざけんなよと思って、心が乱れて、いや、心拍数がもうジムでベンチプレスをやってるようなところまで上がってきて、これは落ちたなと思って後でですね。案の定落ちました。それは落ちるよ。ちなみに同じ車に乗っていた女性は試験の後にめっちゃ泣いていました。ひどい経験をしたのは僕だけじゃないなというのはちょっと気づきましたね。後で調べたらサメズって日本全国で一番厳しい試験場らしいですよ。いや本当にもう初回の合格率は 20% くらいですよ。もし視聴者様が、いや、サメズよりこのところの方がひどいですよ。なんかそのひどい経験をされた方がもしいらっしゃったら、ぜひコメントで教えてください。もちろん僕はそんな簡単に諦めるタイプな人間ではありませんが、届け出の教習所のやばいところって全部のレッスンを受けた後に最終運転試験をやる仕組みになってるんですね。なのでこれが落ちたらレッスンの期間がもう終わってしまったから元に戻れないんですよ。これがもう終了。で、本来であれば、数日後とか次の週また挑戦することができたらなんとか合格はできたと思うんですけど、サメズって本当に空きがないんですよ。もう予約取れないんです。運が悪くて時期が悪かったかもしれないんですけど、1ヶ月とか場合によって数ヶ月を待たないといけないことも全然あります。それはやばいです。あとは正社員だから有給を取らないといけない。平日しかやってないから。で、毎回有給を取るときに、なんか理由を申し上げないといけない。運転試験をやりますので。で、戻ってきたら。会社に戻ってきたらどうですかと聞かれるじゃないですか。恥ずかしい恥ずかしいプライドが傷つくくそ。これは去年だから2ヶ月ぐらい待たされて、ようやくもう一回挑んでみたんですけど、また失敗しました。はい。今回は完全に僕のせいでした。ちょっと情報を忘れちゃって、やるまじきのことをやってしまいまして、失敗で終わりました。で、これは結構惜しい。なんかこういう制度の怖いところって、仮免期限が切れちゃったら、最初からやり直しですよ。全員戻れ！やり直しだ。もう、信じられなくてさ、これはビデオゲームで例えるなら、ラスボスの部屋まで行って、ボコボコされて、最初のチュートリアルのところからやり直しですよ。そういう気持ちなんです。本当に、これ普通にやったらダメなんですよ。とちょっと結構悲観的な気持ちになって、そこで同僚に相談したら、普通の教習所に行けばと言われました。そこで行ったのが小山ドライビングスクール。日本ではかなり有名で、大学生、社会人、芸能人も通う教習所ですよ。そして行ってみて思いました。最初からここに来ればよかった。ちなみにもし日本で免許を取ろうと思っている方がいたら、小山ドライビングスクールに僕の紹介で割引があります。概要欄にメールを載せているので、そのメールを CC に入れて問い合わせてもらえれば割引を適用してもらいます。興味がある方はぜひチェックしてみてください。せっかく両方経験したから、ちょっとその軽く比較を行いたいと思います。まず、その学科の違い。その届け出の教習所の場合、ちょっとなんかこう、ズームで行われたのも一つ、なんかその全然対面ではなくて、ズームで行われましたね。あとは、その内容とか、交通ルールを理解するというより、試験対策を詰め込むっていう感じは結構強かったですね。これでいいんですかと思いながら、ちょっとやってみました。結果的に合格したんですよね、一発。だから、悪いとは言い切らないんですけど、本当にこう、運転にまつわる知識を
本当に意味で見つけたい場合、小山みたいなドライビングスクールに通った方がいいと思います。特に小山では本当に学校みたいでした。ホワイトボード、動画、図解などを使ってかなり丁寧に教えてくれます。あとは小山ドライビングスクールのいいところは、授業は全部日本語の敬語で行われました。僕にとって仕事の敬語の勉強にもなりました。なので本当に一石二鳥でした。他の日本語学習者にとってもこれはすごいありがたいポイントだと思います。でももしです、あんまり日本語はそんなに流暢に話せない、聞き取るのがちょっと、苦労する場面がある場合には心配は無用です。なぜなら小山ドライビングスクールにも英語専用の学校がありますと。あとは小山にはコンピュータルームがあっていつでも模擬試験ができます。これが本当に便利でした。免許センターだともし落ちたら次は1ヶ月後。でもここではすぐにもう一回受けられます。日本の学科試験って引っ掛け問題多いですよね。それをちょっと恐れて最初に届け教習所に行った時に本当に全部英語で挑戦してみました。でも小山に通うようになって運転と学科も含めて全部日本語で最初から最後までやりました。英語でも引っ掛け問題はやばかったですけど、第二言語で日本語で挑戦してみたら、いや本当にこれはやばいなと思いました。やりながら例えば復員現象と車線数現象の違いだったりとか、そういうのがよく出てきます。運転の授業もかなり良かったです。ただ一番大きいの違いは試験のタイミング。免許センターだと試験が数ヶ月待ちでしょ。でその間にさっき言った通り運転の感覚が鈍ります。特に外国人は練習する車がないのでかなり不便ですよ。一方小山ではもし落ちてもすぐに再試験できます。そして授業がかなりしっかりしているので試験の時にはこれ落ちる人いるのと思うくらい準備できます。あとは一番驚いたのは日本の運転文化です。ただルールを覚えるだけじゃなくて思いやり、譲り合いをすごく大事にしています。イギリスでは危ない運転する人も結構います。でも日本では歩行者がいると止まってくれるドライバーが多いですよね。だからこそ日本は世界でトップクラスに安全な国なんだと思います。はい。ということで、もし外国人で日本で免許を取ろうと思っているなら、僕のおすすめは最初から指定教習所に行くことです。はい。できれば日本語で挑戦してみた方がいいと思いますが、でもし皆様も、教習所の思い出や、試験場のエピソード、教習所あるあるみたいなのがもしあったらコメント欄でぜひ教えてください。絶対僕より大変だった人はいると思います。それではまた。そこで言ったのが小山ドライビングバカ